こんにちは、鉄言です。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は JR 草津駅にやってきました。草津といっても温泉はありません。温泉のある草津は群馬県の草津で、こちらは滋賀県の草津で温泉はありません。そんな草津で宿泊するホテルはもう駅から見えていますが、こちら。ホテルボストンプラザ草津琵琶湖です。詳細はこのようになっております。予約の方はじゃらんでしました。一泊朝食付きビューバスルーム。ビジネス仕様のサウスウィングって、これ何なんでしょうね。気になりますね。こちらは部屋紹介で見てください。で、禁煙のチェックインが15時で、チェックアウトが11時。で、支払い料金は 12,580 円です。料金の方はですね、直前の方がもうちょっとお安く宿泊できるという感じですね。で、ちょっと補足しますと、交通なんですが、大阪から草津まで実は1時間かかってないんですよ。で、京都からだと30分ぐらいで着くので、これめちゃくちゃ近いんですよ。で、関西では草津ってね、結構住みやすい街ランキング上位に来てるらしいんでね、どんな街か楽しみですね。それでこちら草津は温泉はありませんけども、草津宿として栄えた町でもあります。そのあたりはまた後でね、触れたいと思いますので、ホテルも目の前にありますが、チェックインね、してきます。それでは皆さんもご一緒に旅している気分で最後までお付き合いください。それではどうぞ。ホテルの案内にね、駅から徒歩30秒ってね、30秒ってなかなかね、書かないですよ。で、こちらホテルね、1階はレストランと魚民かな、ありますね。で、ちょっと重厚な感じのね、建物なんですよね。で、入っていきますと、で、クリスマスツリーね、11月のね、撮影なんでね。で、こう、吹き抜けでね、すごい天井も高くてね。で、2階にね、ロビーがあるようです。で、左側が、エスカレーターになってて、そちらから2階に上がります。で、右側は階段だけのようなので、降りるときは階段で降りるか、どこかエレベーターあると思うんですよね。こう上がっていくと、ピアノがあります。これ木製ですよ。これ弾けんのかな？どうなんでしょうね。で、クリスマスの、デコレーションがね、されてます。はい、チェックインしました。で、カードをもらってね。はい。建物はですね、ノースウィングとサウスウィングに分かれてて、僕の泊まる部屋はサウスウィングです。で、向かってる途中、なんかずっと見てるおじさんいるなと思ったら人形でした。これ誰かな、どっかで見たことあるなって思ってたら、ケネディ大統領です。ケネディ大統領の人形がありまして、なんか周りにね、いろいろ写真とか映画飾られててね、ちょっとびっくりしました。こちらボストンプラザはですね、アメリカントラディショナルな基調の、優雅なデザインをしたホテルで、なかなかね、ちょっとホワイトハウスがこういうのかどうかわかりませんが、なんかそういうイメージですね。で、こちらサウスウィングに向かう途中のね、渡り廊下ですけど、駅の方も見えてね。で、こちら、これアメリカンっぽいですよね、この人形がね。ね、歴代大統領とかいるんでしょうかね。今回宿泊する部屋は8階の858号室です。で、ずっと行くとエレベーターがあって、その横に、リフレですかね、あります。エレベーターもね、これなかなかね、レトロな感じでね、いやー、いいですね。この天井の照明。いや、なかなかありませんよ。これは。いや、本当に優雅な感じでね。で、エレベーターを降りると、これまたね、すごい綺麗なんですよね、ここが。
で、窓の外を見ると、これは駅前のロータリーですね。先ほどいた。いや、景色もめっちゃいいですよね。で、絵が飾られてると思ったら、お皿に絵が描かれてるんですよね。で、858号室は左側ですね。いや、廊下の感じもね、なんか品があっていいですよね、本当に。で、両サイドに部屋があって、左側がね、858号室ありました。クリスマスのリボンがね、飾られています。では入ります。いきなりベッドが出てきて、デスクもなんか入ったところにありますね。バスルームはどこへ行ったのでしょうかね。いや、見当たりませんね。で、絵がいっぱいありますね。いやー、素敵な部屋ですね。で、このカーテンの向こうが怪しいんですが、後にします。いやー、結構広いですよ、この部屋。いや、いい感じです。それでは玄関から見ていきましょう。絨毯がこれアヒルの模様が入ってますね。で、避難経路を確認しまして、部屋は全部同じような大きさですね。で、マグネットのやつがちょっとね、ベテラン感が出てますね。奥に行ったら収納スペースがあって、ハンガーが、6本かな、あります。で、ズボンプレッサーとバケージラック。で、スリッパはすでに履いております。で、エアコンが使い方が載ってますね。結構ベテランですね。で、全身鏡があってね、こちらもベテランでなかなかいい感じのね、デザインです。で、デスク周り、これちょっとライトつきますね。デスクライト。はい、読書灯ですね。で、電話があってですね、メモがあって、で、コンセントが2つと、この電話の裏側にもコンセント1つと LAN ケーブルがあります。で、時計がね、アラーム付き可愛いやつで。で、こちらは、なんかインフォメーションっぽいかな。下のレストランの割引チケットと、テイクアウトのメニューですね。はい。で、デスクの下の扉開けたら冷蔵庫が出てきました。で、ミネラルウォーターと緑茶ですね。そしてリッツの無料サービスがついてます。そしてお茶セットがありますね。グラスが2つとカップが2つ。で、電気ケトル。で、ベッドは大きいですね。横幅160センチはあると思いますね。はい。で、ナイトウェアがちょっと地味なのかな。で、クッションがありまして、これ結構ね、パンパンに貼ってますね。うん。で、枕もね、結構低反発の硬めですね。いい感じです。それではね、ちょっと行きたいと思います。で、全然でした。もう全く歯が立ちませんでした。これも0点に近い10点です。で、ベッドはね、結構柔らかめでね、ふわっとした感じので、寝心地もいい感じですね。テレビがですね、ホテルインフォが流れるやつですね。はい。で、椅子があって、テーブルはなくて足を置くね、台があります。本当はテーブルの方がいいんですが、まあまあ、これでもね、いい感じで座れてね、気持ちよかったです。さあ、いよいよカーテンの向こうですが、開けると、バスルームが出てきました。しかも窓がありますね。で、トイレがあって、こう明るいですね。ここ、電気つけてないんですよ。で、ブラインドがあるので、ということは、窓があるということで。ビューバスというのはこういうことです。敷に扉ないのかなと思ったらありました。ガラスの、ね、引き戸がありますね。
で、入っていくと洗面トイレ。なかなかおしゃれな感じのね、洗面台ですね。で、トイレもね、新しいやつですね。これは。で、アメニティはもう全部揃ってません。で、よく見たらね、バブルバスがついてるんですよね。ジャグジーでもあるのかなと思ったけど、ありませんでした。そしてフェイスタオルが2組。で、下にバスタオルが2組と、ドライヤーがありました。で、いよいよバスルーム。ね独立した、バスルームで。いやー、広いですね。まあ、家庭用のバスルームと同じぐらいですかね。でも、浴槽はかなりね、深くてね。いや、いい感じですよ。明るいのがまあ気持ちよさそうですね。ブラインドは上げてみますと、はい。ロータリーの方がね、見えますね。で、線路が見えて、これトレインビューともね、なんか言うらしいんですけどね。いやー、なかなかお風呂入りながらこの景色はね、いや、いいんじゃないでしょうか。トイレからもね、まあ見えるし、向こうのビルから見えないか、ちょっとそれが心配ですね。それではちょっと散歩に行っていきたいと思います。JR 草津駅に戻ってきました。で、ホテルの反対側、東出口なんですが、なんか、江戸時代のね、屋敷の門みたいなね、いや、すごいですね。こう、街道ふれあい広場ってありまして、草津宿と書いてますね。なんか日本庭園のようなね、いや、すごいですね。駅の上のね、なんていうか遊歩道にこういうところがあるなんてすごいですね。それで周辺にはですね、近鉄百貨店とかね、こっちは阪急オアシスなんかあったりね、いや、すごい買い物とか、すごい便利ですね。で、これは下から見た感じですけども。そして駅から少し南に行ったところに小高い丘があって、何か立っていますね。なんかありますね、ここ。ちょっと行ってみましょう。で、見たら、出会い広場って書いてあります。何でしょうかね。なんか公園っぽいけども、はい。で、駐車場がありますね。なんか道の駅っぽい感じもしますが、で、いろいろお店とかある感じですね。ちょっと周辺歩いてみましょうか。するとなんか吹奏楽でしょうか。あ、なんか高校生かな。吹奏楽部の練習をしてる感じですね。いや、こういう公園なんですね。うわー、なんかいい感じですね。これ、なんやろ。綺麗な、なんか、ウッドデッキではないか。なんやろ。うわ、すごい綺麗ですね。ここ。そしてなんか大きな階段があります。あ、もしかしたらこちら側が、あ、ここが入り口ですね。ここから中に入る感じで、で、エレベーターもありますね。で、ちょっと下に降りてみたいと思います。ここ出会い広場は草津川跡地の公園で人と人との交流を目的とした市民活動の場とにぎわい活動等や、イベント広場など5つの区間に分かれたにぎわいを提供する空間となっております。いやー、こうやって見てみると、やっぱりイベントごとのね、掲示がされていたりね。で、周りはやっぱり住宅地なんでね、まあ、ここ人集まってくると思いますね。まあ、いいですよね、ここは、本当に。で、こちらもね、まあ、整備されて綺麗ですね。で、建物も見えてますし、なんかショップとかありそうですね。で、犬の散歩してたりとか、
で、こちらはトイレもちゃんとありますね。綺麗ですね。で、その向こう側、これ、ホットヨガのスタジオですね。はい。で、こちらは飲食店がありますね。いやー、いいですね。で、テイクアウトメニューとかね、まあ、ちょっとお腹が空いてるんでね、食べたいんですけども、ちょっと先に行きたいところがあるので。いやー、なかなかいいところです。景色も綺麗ですね。これもうちょっと日が沈んだら夕焼けでもっと綺麗になるかなって感じですけど。いや、空気が綺麗っていう感じですね。まあ大阪にいてるんでね、余計に感じます。で、ちょっとね、先に行きたいところがあるので、ここから降りたいと思います。階段も素敵ですね。階段を降りてくると道標がありまして、東海道と中山道を往来する旅人の道標が多く残っていまして、草津川堤防上にある火袋付きの石造道標が東海道と中山道の分岐点とされています。その道標のところから草津歴史街道といって、昔ながらの家屋がそのまま残っていたり、お寺や神社などがあります。また道標もね、あったりします。まあ、それでいて、今の暮らしに溶け込んだような街並みとなって素敵な、通りとなっております。その中で国史跡草津宿本陣というのがありまして、江戸時代の大名や皇家などが旧泊した本陣、赤穂浪士討ち入りの3年前に吉良上野介が宿泊したお宿があるそうです。で、こちら見学できるんですが、先ほど団体が入っていきまして、ちょっと嫌だなと思って、また後に行こうかなと思います。まあ、この通りね、古い家屋いっぱいあるんですが、普通に住宅地なので、車が結構ね、通ってますね。で、しばらく歩いていくと、草津夢本舗というところがありまして、無料の案内所ですね。まあ、休憩所にもなっております。そして、FM ラジオもここにブースがあって放送されているようです。で、本陣に行かなかったので、草津宿街道交流館というところにやってきました。こちら一般に開放されてまして、大人200円、本陣セットで350円で見学ができます。中は展示物ね、撮影 NG なので、パンフレットを見ながらね、簡単に説明します。まあ、今でこそね、東京から大阪まで、まあ、数時間で来れますけども、江戸時代とかはね、何日もかけてね、歩いたり、カゴとか、あと、馬車引いたりとかでね、かかるんですよ。で、途中でね、こういう宿場町をね、まあ、大名の命令で作ったりしてて、その一つが、まあ、草津だと思います。そして草津に泊まって大阪、京都、または伊勢神宮の方にね、足を運んだというふうに聞いています。またぼったくりの店も多くてね、証明書なんかあったりね、するそうです。そして入場者にはね、ガリ版の体験、まあ、スタンプですね。4色のインクをつけて、まあ、ガリ版釣りみたいなね、小学生の頃やったと思いますけども、まあ、こういうのがね、ついてきます。で、なかなかうまいことできたのかなと思っていましたけども、結構ずれてますね。でもまあ、記念になります。そして交流会館を出て、祭り老舗というお店が目に留まったので、ちょっと気になったので寄りました。で、三色あんこ、どら焼き。いや、美味しそうかなと思ってね、お店入っていきました。
見た感じね、普通の商店でね、あられやおかきなど販売しているんですが、お店の奥からね、おばあちゃんが声をかけてきてね、自慢のあんこどうですかっていう。で、商品をね、見てたらね、これ箱でも売ってるんですけども、一個一個ね、バラで売ってて、で、もう、すごい美味しそうなんですよ。で、いろいろ種類がありまして、もなかとかね、どら焼き、ミカさん同じなんですけどね、もう、かなり美味しそうですね。で、中でもこの温泉内ミニどら焼きがね、結構売れたそうです。もう一つこれの大きなありで、ますよ。そうこうしてたおばあちゃんミとね、もうカさんをこ話し込んでね、れがないときには1食あん20分ぐらいね3食あん話しててくれました。はって3食になって、これはねオーブンで焼きますね。はい。あんは石焼き、これはもう手作りで6回焼きますね。途中で宅配のお兄さんが来たので、うまいことこう切り上げて帰ろうとしたんですけども、失敗しました。でも楽しいお話聞いてね、よかったです。いっぱい買いすぎました。後で食べたいと思います。これまた夜になるとね、お店とか開くのかな、なんかお寿司屋さんとかね、あってね、ちょっと美味しそうでした。今4時半ぐらいですかね。ちょっと早いけど、晩ご飯にしたいと思います。阪急オアシスにやってきました。ちょっと夕食にはね、時間が早いので、ここならやってるかなと思って来ました。で、地下に飲食店があるそうで、純駆動書店がありまして、その奥に行くと、草津駅がありますね。なんか、おかしいですね。で、お店あるんですけども、まだ開いてない店もね、いくつかありまして、で、ちょっと探してみましょうか。地で行くと映画館ですかね。これもおかしいですね。で、見たらないんですよね。多分階段だけですね。で、やってきたのがトリスタセカンドというお店です。なんか店構えが良くてね、つられて入ってしまいましたね。で、案の定ね、お客様まで来ておりませんでした。で、日本酒がね、美味しいらしいということでね、日本酒注文しました。で、店員さんがね、いろいろおすすめしてくるんですよ。で、丸印がなんかおすすめらしくてね、もう丸だらけなんですよ。で、ここのお店ね、串揚げとあごだしのおでんがね、名物らしいんですけどね。なんかそれ以外でもね、丸印やたら入ってるんですよ。で、馬刺しなんかもね、ありましてね、もうこれめっちゃうまそうなんでね。いや、でもすっごい悩みましたね、これは。秋の旬のメニューもあって、本当にメニューが豊富です。そして熱燗来ました。なんとなく熱燗飲みたかったんですよね。ちょっとこぼしてしまいましたけども、ね、手酌で。では、いただきます。美味しいですね。いやで、お通しはカツオのたたきです。高知で食べたばかりなんですけどね。いや、これもなかなか美味しかったです。生姜が効いてて臭みもなくてね、ほんと美味しかったです。そして一品目、鶏レバーのたまり漬けです。で、見るからに柔らかそうでね。で、食べた瞬間にやっぱりね、美味しくてね、とろけますね。もうレバー大好きです。ほんととろける美味しさでした。そしておでんの大根とがんもどき。で、大根見てください。でかって思わず口にしてしまいました。で、箸で簡単にね、ほぐれるぐらい柔らかくて、ほんと美味しかったんですよね。で、がんもどきもね、これもね、もう大好きなんですよ。これも美味しくてね。で、次におでんのロールキャベツと牛すじ。そしてボラの白子焼きです。まずボラの白子焼き。
で、もみじおろしとネギを乗せて、で、タレにつけて、つるつる滑るんですよね。これが。で、これもまた口に入れた瞬間、溶けてね、まあ、美味しいこと、美味しいこと。びっくりしましたね。ほんまにじゅわって溶けました。で、次に牛すじ。こっちもね、からしをつけてね、やっぱりいいですね。関西は牛すじかな。やっぱり。はい。そして店の名物、ロールキャベツ。でかいですね。これがね、またね、めちゃめちゃうまかったです。キャベツはね、あんまりしんなりしてなくてね、ちょっと歯ごたえがあってね。で、甘みもあってね、それよりもね、中のミンチ肉なんですけども、これ、オムレツとかに入ってるようなミンチ肉を想像してください。中がね、ちょっとケチャップっぽいので、和えてるような感じで、めっちゃ美味しかったです。これ本当に美味しかったです。おでんのロールキャベツってね、よく食べるんですけどもね、これはちょっと初めてですね。いや、美味しかったです。で、今回はこのロールキャベツとこの白子ですね。本当に美味しかったな。お会計の時ね、店の女の子にいろいろお店回られて写真撮られてるんですかって聞かれたんで、違うなと思って違いますって言ったら、じゃあ研究でいろいろ撮られてるんですねって、まあそんなところですって、言ってしまったんで、素直に YouTube って言っときゃよかったなって、ちょっと恥ずかしかったんで、はい。いやー、ほんと美味しかったです。ごちそうさまでした。いつか馬刺し食べにまた来ますね。ホテルに戻ってまいりました。で、祭り老舗さんで買ってきた甘いものでもいただこうかなと思います。で、三色あん、草津旅丸どら焼き。こちらは小豆、白あん、栗入りと抹茶のあんが練り込まれたどら焼きです。いやー、美味しそうですね。で、中を割ってみますと、中からあんが、うわー、混ざってるんじゃないんですよね。いや、これがね、美味しくてね。で、抹茶のほろ苦さとね、しっとりした小豆がね、もうたまりませんね。美味しかったです。で、白あんがないなと思ったら、ありました。で、白あんがもっちりしててね、栗の甘さがあって、とっても美味しかったです。で、次が六方焼きというのでね、サイコロのでかいのって感じですかね、大きさが。で、6面全部ね、焼き目がついていまして、はい。で、中はこのあんこがぎっしり。いやー、うまそうですね。これがまたね、めっちゃ美味しかったんですよ。このあんこね、粒あんなんですけども、小豆が歯ごたえあるんですけど、噛んだ瞬間、ほろって崩れていくのがね、本当に美味しかったです。他にもいろいろ買っててね、この時食べなかったんですが、温泉内ミニどら焼き。こちらは割と普通にね、美味しかったです。そしてもう一つ、祭りもなかみち。こちらがね、もうとんでもなく美味しかってね、もうびっくりしました。こしあんなんですが、口の中でね、こしあんが溶けるんですよ。いや、びっくりしました。で、上品な甘さと、あと皮の部分もね、一緒になって溶けるようなイメージです。本当に美味しかったです。はい、甘いものを食べた後は、お待ちかね、ビューバスです。
で、結構ね、湯船が大きいので、お湯張るのに時間かかってね。で、つい止めようと思ってね、こう回しすぎて、シャワー浴びてしまいました。で、びちょびちょになって。で、入ってみたんですがね、夜はあんまりね、景色を楽しむことができませんね。その代わりなんですが、こちら、お風呂場で音楽を聴けるバスルーム内スピーカーというのがあって、スマホを接続して、そこから音楽を流してお風呂場で聴けるというのがあるんですよ。で、スマホつながなくてもテレビもね、これ見れちゃうんですよ。で、音はこちらのスピーカーから流れるというシステムです。でもやっぱりね、ビューバスなんでね、景色を楽しみたいんでね、明日の朝ね、もう一回撮影にチャレンジしたいと思います。それではね、今夜はこの辺でおやすみなさい。おはようございます。始発電車かどうかわかりませんが、ただいま6時過ぎ。朝食が6時45分から9時半です。混雑状況が確認できて、今空いてません。8時過ぎぐらいです。朝食会場はリバティさん。吹き抜けになってて、サウスウィングの渡り廊下から店内が見られます。で、フロント前のね、ピアノがあった真下に入り口があります。料理はビュッフェ形式でね、滋賀の美味しいものが食べられるそうです。で、吹き抜けになった開放感のある店内です。で、和食コーナーとか洋食コーナーちゃんと分かれててね、結構品数も多いですね。はい。たこ焼きなんかもありますね。1膳目はこんな感じです。で、おかわりを見越してちょっとずつ取ってきました。どうでしょうかいただきます。それでお味噌汁がね、結構美味しくて、で、赤こんにゃくね、初めて食べたんですが、あんまりこんにゃくって感じしませんね。で、結構歯ごたえもあってね、美味しかったです。で、ソーセージがめっちゃでかいんですよね、これ。いや、これなかなかジューシーで美味しかったです。で、これは唐揚げなんですが、中華ソースでね、甘辛くてね、これもなかなか美味しかったですね。はい。他の料理もね、まあ割と普通なんですが美味しかったです。で、おかわりに炊き込みご飯をいただきました。ちょっとお焦げがついててね、美味しそうですね。で、あとこれ豆乳スープって書いてましたね。で、銀杏とかね、入っててね、これがね、美味しかったですね。これは、はい。もちもちしててね、ほんと。で、このね、豆乳スープがね、具材がね、別で作られてて、それをね、自分で入れるって感じです。舞茸とかね、豆腐とかね。で、こちら、近江牛カレーです。もう見た目に美味しそうですね。トロトロのね。これが本当にね、めちゃくちゃ美味しかったです。これね、近江牛の旨味が溶け込んでてね、甘口なんですけどね、なんていうか、コクがあってね、本当に美味しかったです。朝カレーの中でもトップ5ぐらいに入ると思います。そしてデザートにアイスクリーム。これ自分で作るタイプですね。カップを機械に入れて、お皿に盛るっていう感じですね。まあ本当はコーンに盛るんでしょうけど。はい、コーヒーといただきました。これもね、やっぱり、ほら、こう、粘っこい感じがね、美味しかったですね。カレー食べた後だったんでね、さっぱりとしててね、良かったです。お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。で、食後はやっぱりコーヒーね、テイクアウトできるのでね、部屋で飲みたいと思います。で、またビューバスね、朝から入りました。朝はやっぱりね、景色がこういう感じで眺められてね、気持ちよかったです。やっぱり明るいうちに入るのがいいですね。
電車の時間があるので、そろそろ帰ろうかなと思います。それにしてもこのビューバス、本当に開放的で気持ちよかったです。で、何よりやっぱり部屋が明るくてね、いやー楽しい2日間でした。ありがとうございました。それではチェックアウトしていきたいと思います。もう一泊ぐらいしたい気持ちはありますが、ね、チェックアウトします。それでは評価の方をやっていきたいと思います。まずはアクセスなんですが、駅から近いだけじゃなくてね、大阪、京都からもね、アクセスがね、ほんと1時間圏内というのがね、ほんと魅力的です。そして立地はね、やっぱり観光するにはめっちゃいいですね。歴史街道もそうですけども、琵琶湖が近いんでね、確かね、水族館とかね、あと、明太パークもあるはずです。で、近江八幡とかも近いですし、ほんとめっちゃいいですし、何よりね、やっぱりベッドタウンとしてもね、最高の立地かなと思います。で、建物設備、やっぱりね、アメリカトラディショナルデザインということでね、JF ケネディ大統領のね、人形があったりとか、いや、なかなか素敵なところです。で、部屋はね、やっぱりビューバスがいいですね。で、広いですし、ただ、なんていうかね、ベッドのところにコンセントはやっぱり欲しいかなと思います。それぐらいかな。で、サービスはね、冷蔵庫の中にね、水と緑茶と、で、リッツがあったのがね、ちょっと嬉しかったです。そして最後に朝食は良かったですね。なんといっても、近江牛のカレーはね、ほんとめちゃくちゃ美味しかったです。最後に総合評価は 3.6。コスパも含めてかなりおすすめなホテルかなと思います。いや、それにしても草津楽しかったですね。歴史街道なんてね、やっぱり、古い家屋と、最近のね、住宅が並んでてね、なんか混じってるっていう感じで面白かったです。それと今回行けなかったんですが、草津宿本陣ですね。いや、次回は行きたいと思いますね。ただ、交流会館の方ね、撮影できなかったんで、ああいう歴史的なね、展示物ってなかなか撮影できないこと多いんでね、ひょっとしたら無理かもしれませんが、でも行ってみたいなと思ってます。それとあれ、阪急オアシスの地下にあったトリスタセカンドさんね。あそこ、ほんまめっちゃ美味しかったです。料理の種類も多いし、おすすめも多いし。で、もうね、そんなに食べれませんでしたが、ロールキャベツは本当にちょっとびっくりしました。あんなロールキャベツのね、おでんって初めてです。それと交流会館の近くにあった、祭り老舗さんね。どら焼き買ったところね。あそこのもなかね、家帰って食べたんですけど、もうほんまにめちゃくちゃうまかったです。あれはほんまに、おすすめなんで、ぜひね、草津来たら、祭り老舗さん行ってみてください。おばあちゃんの話し合いでもね、してあげてくださいね。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。